車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はトヨタのヤリスとアクア、この2台を比較していきたいなと思います。で、まずは特徴概要。もうこのヤリスとね、アクアを比較した時に、もうね、2台全然違います。生い立ちは同じような車で、同じ車なんてね、言われたりすることもありますけれども、もうね、そう言わせないぞって感じでね、いろんなところが差別化されています。それは乗り心地、ハンドリングそうですし、内装もね、いろいろ違う。で、リアシートも違って、あとワンペダルに関する部分なんかもね、異なっていきます。レビューって車に限らず、デビュー当時は盛り上がって動画の本数もいっぱい出てきて、でも1年2年経つと、ちょっとね、盛り下がってくる。これが最近の SNS 時代というのをね、象徴しているなと思います。でもね、車ってそんなにモデルチェンジされるものではないですし、で、ライバル関係も変化してくる。で、あと、レビューアーも成長して違うことを感じたりしますのでね、2024年の今、感じたことなんかを述べていきたいなと思います。ということで、まずはちょっと燃費から見ていきます。燃費はね、どっちもいいです。適当に走っていても30キロぐらいは難しくないですし、頑張ればね、2人乗っていても40キロぐらい、冬の暖房を使ってる時で40キロぐらいも出せる。さあ、エコモードで走ってきたの燃費はですね、19.2 キロ走って 35.6 でした。暖房を切ったらどうなるかね、もうちょっと気になっちゃってしょうがないので、ちょっとね、10キロか15キロだけね、暖房を切って一回走っていきたいと思います。簡単に燃費伸びると思ったら、もう全然そんなことはなくて、たまにね、40キロ超えるんですけれども、40キロ超えた領域をキープするのはね、もう全然楽じゃないです。こんな感じです。で、続きましては内装。内装はね、これでもかってぐらいに差別化されています。もう両極端にね、わざとあえて差別化したでしょみたいなポイントがね、いっぱいです。まず大きなところで言うと、インパネ。インパネに関しては、アクアの方が装飾、過色がしっかり多くて、で、ヤリスの方はね、ちょっと質実剛健みたいなね、車の他の部分にお金かかってるぞって感じるのがヤリスの方です。で、逆に、ドアトリムを見てみますと、ドアの内張りね。ここで言うと、ヤリスの方が立派で凝っている。で、アクアの方はね、質実剛健というかね、ちょっとそっけない感じになっていて、このインパネとドアトリムがね、どこにお金かかってるかっていうのが逆転してるところがね、面白いポイントです。で、あとね、シフトセレクターも異なります。ヤリスの方は通常のストレート式。で、アクアの方はトヨタのハイブリッドらしい電性タイプになっています。で、そうね、どっちがいいかって言ったら、多分ね、直感的に使えるのはまだストレート式の方がっていう方が多いんでしょうけれども、意外とね、操作感違って、意外とっていうかね、もう普通に違って、で、アクアの方は動かした時にね、重さがしっかりあって、滑らかかつしっとり動く、シフトセレクターをしています。で、多分ね、間違いにくいように軽くじゃなくてね、重く作られてると思うんですよね。これがね、すごく良くなっています。操作感もいい。で、逆にヤリスの方は、自分ヤリス何台かとヤリスクロス何台か乗ってきてまして、その中でね、ちょっとね、この動かした時の柔らかさとかゴツゴツ感にね、差があるのを感じています。少し柔らかくね、コクコクって動くか、ゴリッゴリって動く車があったりとかっていうのがね、なんかこうあったので、ちょっと年式によって違いとかね、個体差によって違いがあるのかなというのがあるかもしれない。それからサイドブレーキ。これもね、2社が差別化されています。ヤリスの方は手で引くタイプ。アクアの方は足で踏むタイプ。で、あとね、メーター。メーターもね、両者ともに数タイプずつあって、上級グレードの方がね、良くなっています。これヤリスの 1500cc だったかな。二眼式のメーターの車にも乗ったんですけれども、今まで言ったら、ヤリスクロスと同じタイプ。これがね、今どうなんでしょう、ちょっとわかんないんですけれども、改良でなくなったんですかね。最近はベーシックなモデルですとアナログタイプで、中間の G 以上でデジタルメーターに変わっているそうです。あと、リアシート。リアシートも違いがありまして、ホイールベースがね、アクアの方がストレッチされているということで、やっぱりちょっと広さがあります。ただね、そう、圧迫感もちょっとある。ボディデザインと窓のサイズ、作りの関係からね、大人が座ると、そんなに広くない割に、小さい方が座ると多分圧迫感があるんじゃないかなっていうのがね、アクアのリアシートです。なので、一長一短ですよね。ただ、チャイルドシートを乗せることを考えると、多分ね、ドア開けて、どちらかといえばシートが後ろの方にあるアクアの方が、お子様を乗せやすいんじゃないかなっていうのはね、感じます。じゃあ続きまして、ちょっと価格見てみますね。2024年3月の価格で、
ヤリスが205万円から、アクアが210万円から。どっちもね、ビジネスタイプと言われるサイレン化グレードは省いています。価格を見ると、ほとんど同じ価格で、装備を見ると、アクアの方がね、ちょっといいかなと。例えば、ベーシックグレード同士ですと、LED ヘッドライトの差があったり、オートエアコンの差があります。そして中間グレード同士ですと、シートの差というのがあって、ヤリスね、中間でもこのモノフォルムタイプというタイプになります。ちょっと見栄え的に微妙なね。で、アクアは中間グレードですと普通のタイプになって、でヤリスの方はね、5、6万だったかな。回転式タイプのシートっていうのを選ぶと、普通のシートになるんですけれども、やっぱりね、少し差があるといったところです。では、ここからは乗り味に関する部分をね、見ていきたいなと思います。じゃあまずは快適性から。まず快適性で言うと、静粛性に関してはどっちも同じようなものかなと。クラスなりね、トヨタだから特別静かということもなくて、でもエンジン止まってる時間長いので静かと感じられる時も多い。ただ、低速時とかね、エンジンかかるとガラガラしてちょっと音的にも音質的にも音量的にもちょっと気になっちゃうというのはね、両方共通するところでしょうかね。この辺燃費とのトレードオフと考えたら仕方はないです。で、乗り心地ね。乗り心地はね、全然違います。どっちもいい。どっちもいいんですよね。どっちもいいんですけれども、その内訳が違います。で、まず分かりやすいアクアの方からいきますね。アクアは、しっとり柔らかく大きく動くタイプのサスペンションです。つまり、フラット感はちょっと少なめ。その代わり当たりが柔らかくて、ふわっとした乗り心地っていうのかな。言ってみれば、同じぐらいの値段で言うと、ちょっと前まで存在していたプレミオとかアリオンっていうね、トヨタのミドルセダン。これと同じような感じの乗り心地かなと。で、ヤリスの方は最近のトヨタ車的っていうんでしょうかね。前が固めで後ろが柔らかめ。フラット感が高い乗り心地です。前を基準に後ろが動く、もしくはね、後ろのサスペンションをスルスル動かしてる感じだと、車がね、揺れてる感じが少ないです。衝撃はね、アクアよりあるとしても、車のフラット感が高いというのがね、ヤリスの方です。で、これにヤリスのガソリンモデルも入れて見てみますと、まずね、柔らかいって言えるのがアクア。で、柔らかめっていうのがヤリスのハイブリッド。で、普通と固めをすっ飛ばして、硬いよねって思うのがヤリスのガソリンモデルです。この辺でも、この3社にしたとしても、もう全部ね、違いがあって、はっきり別のセッティングがされています。ヤリスのガソリンモデルは、もうね、シャキッとした、今、あえてガソリンモデルを選ぶ人を狙ってるよねって、そういう人の気持ちを考えてるよねっていう、そう感じるようなね、足の硬さをしています。アクアは逆に、今までのトヨタ車が好きだった方とか、もう車古くなったから、同じような乗り味で、同じような最近の車が欲しいよ。でも燃費がいいハイブリッド車がいいよねっていう、方をね、狙っているっていうのかな。近距離短時間、もしくはあんまり速度が上がらないというか、すごくね、渋滞する通勤路とか、そういったところでね、良さを感じる、まとまりいいのがアクアかなと思います。で、ヤリスは最近のトヨタ的な乗り味っていうのかな。フラット感の高い乗り心地で、でもね、そんな硬いってわけじゃないんでね、どこ通っても不満ない乗り心地かなと思います。そしたら、ハンドリングに行きます。ハンドリングも、やっぱりね、さっきの乗り心地の特徴が、そのままね、逆転したような感じになってきますね。一番シャッキリしていて、速度を上げても走りやすいのはヤリスのガソリンです。で、電動パワーステも、最もね、違和感がなく、昔ながらの車好きでも満足できるじゃないかなって思えるのは、ヤリスのガソリンモデル。で、ヤリスのハイブリッドは、アクアと比べればシャッキリしています。で、細かい反応もしてくれます。で、ガソリンモデルと比較したときに、少しね、戻してくるところで、違和感というか、電動パワーステが作られたようなね、戻してくる感じがある。で、ここが、人によっては違和感と感じられるかもしれない。自分も、ここに関してはね、ヤリスのガソリンモデルがいいなと思います。で、アクアは、ハンドリングはね、どちらかといえば、今までのトヨタ的っていうのかな。TNGA というプラットフォームになって、車全体がね、すごく良くなりました。でも、ハンドルなんかも、ちょっとね、オブラートにくるまれたような感じで、ちょっとね、マイルドなところもある。で、速度を上げると、ちょっとモンスタリ感が出てくる。ただね、これが、別に悪いというわけではなくて、
車のハンドル操作がね、速い方、コーナーで奥の方まで行ってグッと切っちゃうような方とかね、目の前が曲がってるからそこで切るよみたいに切った時には、意外とね、車が揺れにくいというか、そこもオブラートが包んでくれるので、同乗者は快適に感じやすいんじゃないかな。この辺が乗り方でね、丁寧にじわって切るんだったらヤリスの方がいい。スパッと切っちゃうんだったら、アクアの方が同乗者は快適かもしれないっていったところで、ね、差があります。では、最後は、加速感と減速感、あとドライブモードに関する話です。加速感はね、乗った感じは、ヤリスのハイブリッドとアクアを比較したときにね、同じような感じを受けます。スペックを見ると、ヤリスの方はリチウムイオン電池、アクアの方はバイポーラ型ニッケル水素電池といったところでね、差があります。リチウムとニッケルっていうとね、より新しくて、より高性能なのはリチウムという気がしますけれども、バイポーラ型ニッケル水素電池というのはね、最近トヨタ車で多く使われていて、これやっぱりね、どうも高性能みたいです。で、乗った感じは一緒で、でもね、両方の特徴で言いますと、リチウムイオン電池はエネルギー密度が高くて、軽くてコンパクトで同じ容量をキープできる。アクアのバイポーラ型バッテリーは、短時間の瞬間的な電気の出し入れ。これの能力がね、リチウムイオンより高いそうです。その代わりね、ちょっと大きくて重くなっちゃうみたいなね。ハイブリッドというかもうモーターっていうのは、モーター自体のスペックを発揮するにはね、どれだけ電気を送れたかっていうところが重要になってきます。電気いっぱい送ると電圧が下がってきて、結果的に電気の量が足らなくて加速してくれないなんていうこともあるので、バッテリーからどれだけ電気を取り出せて、それをきれいに整流してモーターに送る。この部分でもしかしたらね、アクアの方が潜在的な強さがあるのかもしれないっていったところはね、考えられます。瞬間的な踏んだ時とか、あと瞬間的にね、強い回生ブレーキでいっぱい電気をね、今度バッテリーに戻すなんていう時なんかもね、少し差があるのかもしれない。でも乗ったら一緒みたいなところ感じです。で、減速で言いますと、ちょっとね、ドライブモードを触れてみます。ドライブモードでね、パワーモードがアクアですと、パワープラスモードになります。PWR プラス。でね、ワンペダルが効くようになるんですね。ワンペダルというのは、アクセルペダルを戻した時に減速力が強い。で、これがなんでパワーモードと組み合わされてるのかなっていったところなんですけれども、そう、燃費のためのワンペダルじゃないっていったところですね。アクアのワンペダル、山道とか下り坂、コーナーが続くとことかでね、リズムが取りやすくて走りやすくなります。これがね、パワーモードと組み合わされている理由じゃないかなという想像ができます。で、燃費で言うと、トヨタのハイブリッドシステムはね、ブレーキペダルを踏んでも、回生ブレーキが効くような形になっていまして、ブレーキのパッドとローターというのはね、そんなに使われない。全体の中で言うと3割ぐらいっていうのかな。強いブレーキを踏んだ時とか、本当の停止直前のね、1キロ、2キロあたりで使われるのがブレーキのパッドとローター。といったところでね、燃費には関係ないんじゃないか。その代わり、ワンペダルは走りやすさのために装備されたもんじゃないのかなっていうのがね、想像できるところです。で、あと、ブレーキの停止直前の扱いやすさで言うと、ヤリスの方が扱いやすいです。ヤリスハイブリッド。これは、フロントサスペンションの動きやすさにつながっていきます。さっきの話にね、つながるんですけれども、ヤリスの方がフロントサスペンションが硬い。で、アクアの方が、伸びる方がね、かなり柔らかいんですね。スーッと戻る方向です。なので、停止した時に前に蓄えられた力を意識してゆっくり伸ばさなきゃいけないのがアクアの方です。じゃないとね、カクンときちゃうので、元のブレーキの扱いやすさが、どっちもね、神経質で、ちょっと弱点なんですけれども、その上で、フロントサスペンションの伸び縮みというのは、カクッと来るか来ないか、いつの間にか止まっちゃうブレーキができるかできないかで、大きなファクターですから、ここでね、ちょっと差があります。ということで、最後まとめていきたいなと思います。まず、柔らかくて、燃費良くて、すごい優しくね、全体がまとまっているのがアクア。お値段的にもリーズナブルで、内装の質感とかも分かりやすい魅力がある。でも、アクアだと、ちょっとね、ハンドルのシャキッと感とかしっかり感とか、カチッとした感じが物足んないよとなったら、ヤリスの方がね、よろしいんじゃないかなと思います。本当、細かい操作に反応してくれるとか、車線内でちょっと右に寄る、ちょっと左に寄るとか、コーナーで内側に寄ると外側に立ち上がるとか、
そういう寄せるとか、思い通りに走りたいなんて考えてくると、ヤリスの方が希望に合うんじゃないかなと思います。で、その代わりに、ヤリスの方が少し高いっていうか、値段は一緒なんですけれども、内容とかね、装備内容、あとシートの差かな、このあたり見てくると、結局ヤリスだと、G、それから Z ってね、いいグレードが欲しくなってくるかもしれない。で、ここでね、両者の特徴が明確じゃないかなと思います。あと、リアシート。リアシートは、そうですね、アクアのが広いんですけれども、ちょっとね、形状から圧迫感がある。でも、チャイルドシート使われるんでしたら、お子様乗せやすかったり、降ろしやすかったりするのは、アクアの方じゃないのかなっていう気がします。ということでね、動画は以上です。あと、すいません、できましたら、チャンネル登録といいねボタン、よろしくお願いします。